不動産屋さんの階段へようこそ。今回のお話は関東近郊にある工業用の配管製造企業の営業をしていた女性の方の体験談です。その女性を仮に春日さんとお呼びします。今から20年ぐらい前、春日さんはフレキシブル配管を製造する会社の課長をしていました。そして直属の部下5名とともに宇宙産業分野などのアメリカ企業やコロンビア、中東、東南アジアなどのメカニック企業との取引で毎日忙しくしていました。当時は労働基準法の労使協定などを何のそので、女性でも深夜近くまで残業をすることはよくあったそうです。さて、それは春日さんがアメリカ出張から帰国して週明けの月曜日のことでした。その日は忙しく、春日さんは報告書を作成しなくてはならない上、メールの確認返信、その他雑務にも追われていました。そしてふと気がつくと、辺りはすっかり暗くなり、窓から夜の八ヶ岳のシルエットが見えていました。もうすでに他の社員は全員帰宅の途についており、残っているのは春日さんだけでした。ああ、疲れた、と春日さんは思わずため息をつき、同時に壁の時計に目をやりました。もう11時か。そう思うと、深夜残業が珍しくない部署の春日さんは、今夜も長くなりそうだなと覚悟しました。さて、そういう夜はいつも春日さんは濃いコーヒーを飲むのが定番でした。そこで食堂に行こうと席を立って廊下に出ると、毎度のことですが、すでに廊下は薄暗く、非常灯が寂しく灯っていました。食堂は春日さんの事務所と同じ棟で、廊下を東に行くと奥にありました。春日さんがいつものように東の奥に向かって歩いていると、その夜はなぜか妙に消火栓の表示灯が赤々と光って見えたそうです。あれ、こんな真っ赤だったっけ？部品でも交換したのかな？と、そんなことを何となく思っていると、春日さんは食堂の入り口に着きました。食堂の入り口に入ってすぐの右側に給湯室があり、その反対側の左に折れたところに飲み物の自販機が設置してありました。春日さんはいつもその自販機でキリッと気合いの入ったコーヒーを買っていたそうです。そこで入り口から自販機のある左側に曲がりました。すると曲がったすぐそこにある自販機を見て、春日さんはあらっと思いました。その自販機の取り出し口のアクリル板がパタパタと揺れていたのです。それはまさに今誰かが飲み物を買って取り出していったかのように、前後にパタパタと揺れていました。春日さんは一瞬、誰か他に残業しているのかしら、そう考えたそうです。でもすぐに、いや、そんなわけない。今夜は私しかいないのは確認している。そう思いました。気のせいか、食堂全体にいつにない冷たい空気が漂っているような感じがしました。そこには人の気配など全くない暗い無人の食堂に、アクリル板のパタパタという音だけが異様に響いていたそうです。すると春日さんは、あ、そういえば、とある話を急に思い出したそうです。それは同じ階の営業の A さんという女性から数ヶ月前に聞いた話でした。それはこんな話でした。ある日 A さんは春日さんのように一人で夜遅くまで残業をしていました。その時 A さんも同じくこの自販機でコーヒーを買おうと食堂に行ったそうです。
そして入り口の左の販売機を見ると、自分以外誰もいないはずなのに、自販機の取り出し口のアクリル板が前後にパタパタと揺れていたそうです。なんで動いているんだと気味が悪く思っていると、突然背後からかすかに誰かに見られているような感覚がしました。A さんはハッとしてすぐ振り返ったそうです。すると自販機の真向かいの窓ガラスに黒い人影が映っていたそうです。ここは3階で窓の外には人が立てるスペースなどありません。でもその黒い影はじーっと A さんを見ていたということでした。恐怖におののいた A さんは悲鳴を上げて逃げ帰ったそうです。次の日 A さんは社員の仲間たちにこの出来事を真剣に話していたそうで、春日さんはそんな A さんの話をこのタイミングで思い出したのです。春日さんはもともと心霊の類には全く興味がなく、幽霊など信じてもいませんでしたから、あの時は A さんの話を軽く受け流していました。でも今同じ現象に出くわした春日さんは、誰かに見られているような感覚がして怖くなり、今ちょうどそのガラス窓に背を向けていますが、振り返って見ることができませんでした。背中にひんやりと冷たい汗が流れ、春日さんは自販機でとても缶コーヒーなどを買う余裕もありませんでした。春日さんは震える足でゆっくりと後退していき、急いで廊下に出たそうです。そしてくるりと振り返り、早歩きで事務所に入り、ドアをしっかり閉めて自分の机に戻りました。しばらく何もできずに呆然としていたのですが、だんだんと事務所の中が陰の気に包まれていくのを感じました。春日さんは、これはまずいのかもしれない、ここにいてはいけないのかもと直感的に思いました。そこで急いでパソコンを閉じ、階段を飛ぶように駆け下りて会社の外に出たそうです。さて次の日のことでした。一晩経って春日さんもだいぶ落ち着くと、昨夜のことは思い違いだったのではと半信半疑になりました。あのアクリル板がパタパタと揺れていたのはネズミかなんかの仕業だったのかもしれないなどとも考えました。そこで昼休みにそれとなく同僚の社員たちに昨夜の出来事を話してみたそうです。すると笑われるかと思いきや、誰もが真剣に受け止めたので、春日さんは驚き、どうやらこういった怪奇現象がここで起きることを知らないのは自分だけだったんだと分かりました。そして同僚の一人が、春日さん、実は自分もと言ってある体験を話してくれました。春日さんたちの部署は海外戦力室ですが、その塔の隣にはステンレス加工の工場棟がありました。それはその同僚が休日出勤をした時でした。そのステンレス加工の塔の脇に表面処理室というのがあるのですが、同僚がその入り口を何気なく見ると、そこから渡り廊下を通って加工棟へ入っていく人影が見えたそうです。休日にその渡り廊下から加工棟に入る人はまず誰もいないので、その同僚はすぐに「あ、部外者だな」と思い、その人影を追いかけたということでした。そして同僚も渡り廊下から加工棟の入り口に入ろうとすると、その加工棟の入り口ドアは外からしっかりと厳重に施錠してあったのです。ですから誰もこの先に入れるわけがありませんでした。でもその人影はたった今、確かにこの入り口をすんなり通り抜けて先に進んでいったのを
同僚は見ていたそうです。すると他の社員の話でも、深夜にその火口島でそんな時間帯にそんな場所に絶対いるわけのない子供が目撃されているということでした。また火口島で一昔前の服装の人影を見たという者もいたそうです。春日さんは次から次へと不可解な話が出てきたことにとにかくショックでしたが、自分は周りから現実主義者と見られていて、今まで蚊帳の外だったのだと思いました。でも霊感も何もない自分が体験したのが現実でした。その後、春日さんはこれらの怪奇現象に少し興味を持ち、なぜこういった現象がここで起きるのか独自で調べてみたそうで、その結果ある重要なことが従業員からのヒアリングで分かりました。この会社に古くから勤務している地元の非正規社員の女性によると、この会社の事務棟と工場棟が建設される前は、この土地は長らく空き地だったということでした。それも誰も手を加えなかった草が生い茂った原野でした。その後、東京に近い立地もあったのもあり、ついに地権者がこの土地に工業団地を誘致することになりました。そして誘致するにあたり土地を整地する必要がありました。その事前調査の際に原っぱの中に複数の無縁仏のお墓があったことが分かったそうです。でもそれらをきちんと供養して別の場所に移したということは聞いていないそうで、おそらくは墓石ごと重機で取り除いて整地したようでした。今となるといつの時代の無縁仏のお墓だったかは不明ですが、この春日さんがいる海外戦力室の塔で深夜の残業中に目撃される一部の人影は戦前の服装や着物姿だったということでした。商業用に開発される土地の下には誰にも知られずに供養されない者たちが埋められたままのことが多いですが、何十年何百年経っても霊は静まることはないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。